こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。ここ宝珠院盆栽庭園、幾度か皆様にもご紹介しましたが、晩秋から初冬へと移りゆく世界を今日はご案内します。6年目の秋、宝珠院盆栽庭園は絶えず変化し成長しています。その姿、そして財団法人慶雲庵と協力の中にある数々の名木をご覧ください。6年間この入り口を飾る両側、左は名匠木村正彦先生がこの庭園のために創作された石突き心拍の数々、右側は日本の盆栽界を世界に広めた加藤三郎先生の遺愛品の石突き用の石たち。こちらも怒涛を渦巻く中国の海原の世界から日本の視界に囲まれた美しい世界へ、そんないざないを持った入り口の世界は、ここ宝珠院盆栽庭園のシンボルのゲートと言えます。6年目の秋の庭内は、今まさに錦秋の秋の季節を迎えています。北山のすぐそばにあるこの大徳寺、すっと冷える季節が数日続くと、もみじや灰色の美しい秋を彩るものがはっきりとその鮮やかに庭を映しています。先ほどのゲートから受付に入って拝観料をお納めになった後には、このような中に飾られた木が説明や年数が書いているものが皆様に渡されます。一点一点の番号がついているものがどのような木か、簡単な説明がついているので誰でもが分かりやすくなっています。季節季節の内容で変わっていくものがあります。S キューブ築堤から大きなトラックで月に一度何点かずつ入れ替えて、庭の四季の彩り、盆栽の素晴らしさを世界の人たちに伝える役目をこの庭は果たしています。このところは欧米の方のご来拝が大変多くなっています。ここからもどのようにして皆さんと5年、10年、果ては100年と続く庭に作るかは、皆様のお声を伺いながら守っていきたいと思っています。歴史的な名木の数々を有する宝珠院盆栽庭園。でもこの季節は紅葉の美しいもみじには勝てません。昨今は春に深紅の色を見せるさまざまな種類のもみじが海外でも大変に人気があります。でも日本人の心に宿る色は春の青葉のもみじ、そして秋の赤く紅葉するもみじ、これに勝てるものはないんじゃないでしょうか。葉の性質よく大変小さな葉でよくできた三冠のもみじ、お客様の目を引く秋の一点です。素晴らしい粘り、そして持ち込んだ絞り込みのある幹肌を見せるこの花輪は国風賞受賞という盆栽界で名だたる名木です。葉が細かく、晩秋で少しずつ散りゆく葉の姿、これも皆さんに楽しんでもらう盆栽の移りゆく風情です。葉が黄色くなった、もう全部取ってしまおう。
ではなく、その日訪れる方々が目に映る姿は日々変わっていきます。名木であって樹形の素晴らしさはもちろんですが、そのようなところもこういう庭園鑑賞ができる盆栽は面白いところだと思います。この庭園を象徴する木をご紹介します。一位の老木、うねるような幹と舎利。この木は戦国大名として龍と称された上杉謙信にゆかりを持つ木です。新潟県の憲法の表紙を飾った木でもありますが、謙信が関東征伐へ行く山越えの時に、山の中に自生しているその姿に目を留めて、その苦しみながらも生きていく姿、雪に潰されながらも生きる姿、それに自分を投影して、この木を坂戸の城へ、姉上のところへ運ぶようにという命じました。長くそこで保存され、明治維新後は旧上杉の旧人によって鉢に植え込まれて今に至っています。樹齢推定800年という盆栽界の歴史の中では最高の古さを示すこの名木は、この庭園の鏡として財団法人からお借りして飾っています。もう一点のこの盆栽庭園の象徴的な木です。五葉松、名樹、名百万石。盆栽界に長く伝わるこの木は、この宝珠院を建立した戦国大名前田利家公の妻松、そのゆかりがあります。長く静岡に保存されたこの木は、遠き昔加賀百万石、その前田公の庭にあったと伝えられています。日本盆栽協会貴重盆栽として名高く、久しぶりに昨年よりこの前田百万石の宝珠院の庭園に戻ってきました。盆栽は日本の伝統芸術であり文化ですが、海外との歴史と交流があります。この木は台湾というところに大きな力を作った蒋介石という方の由来を持つ木です。日本で長くいた時に盆栽に親しみ、この木に水をかけ、辛亥革命を起こす時に泣く泣く日本を去る時に置いていったという逸話のある木で、これも蒋介石水かけの松という名で貴重盆栽登録を受けている名樹です。国風盆栽展100回記念が2月に行われます。その展示に飾る予定で、ここからの手入れが始まります。由来名木の数々のある庭園、この木は宮様楓の大樹として名高い木です。その歴史をたどれば、明治天皇の弟君伏見宮様が台湾より持ち帰って石づき盆栽にしたという逸話が残っています。これほどの名樹、しかも尊き方々の歴史、そのようなものもこの庭園にはいくつも飾ってあります。数々の歴史的な名木が並ぶ中、最後の一つをご紹介します。五葉松。
最後の征夷大将軍、徳川家第15代将軍、徳川慶喜公の久蔵樹です。長く江戸城にあり、その後に小石川の邸宅の中で楽しまれていた木は、第二次世界大戦の戦火を避けて、領地である静岡県駿河地方掛川市に長く保存されました。東京から空襲を避けて運ぶときには、盆栽を積んでいくというと、いぶかしがられるために、夜半にトラックの屋根の上に縛り付けたという逸話まで残っています。将軍の所持した木は、財団法人の協力で絶えず1、2本がこの庭園に飾られています。この盆栽庭園を囲む南面の土塀、豊臣秀吉が織田信長公の一周忌を行うのに開いた南側創建院の土塀でもあります。その向こうに見える銅板の立派な銅具、瞑想立花大樹先生の如意庵、そして電信柱、電線一つない大徳寺の東の向こうを仰げば、日本仏教の聖地比叡山はこの庭園からはるか仰ぐ位置に見えます。庭園の西側には一つの建物があります。150年間荒れ地のまま塞がれたこの場所は、通玄庵という過去にあった両者の名前をもって拝観の持仏堂、そして床の間を構えています。この通玄庵の中は茶室風の床の間ができています。盆栽文化は庭園のみではなく、室内のしつらえが大きな文化の一つとなっています。それを見ていただくのに作った床飾り、晩秋を飾る牢屋垣がたわわに実り、その下にはくず屋でその季節を眺める建物がある。そして飾られている書は聖護院法親王の御歌、流れゆく宇治の川波照る月の肩に浮かれて遊ぶ船人。宮中の文化は自然を歌い、このように盆栽の石飾りにまで通ずるものがあります。いかがだったでしょうか。5年目の秋を迎える宝珠院盆栽庭園。多くの方々に伝えたいもの、そしてゆっくりと盆栽と対話してもらいたい時間。この庭に込められたものは、盆栽の展示会で見る盆栽ではなく、人と盆栽と、そしてここにある空気を体感してもらいたい場所でもあります。来年の初夏には、新たにこの規模と同じ大きさが北西側に広がります。展示場も完備した庭がどのようになるかもまたご紹介できると思います。わびチャンネルはこのような庭園も含めて水石、掛け軸、飾り方、盆栽の培養方法、できるだけの内容を皆さんにお伝えするチャンネルです。ぜひチャンネル登録をなさってアーカイブもお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。